皆さんこんにちは。メイです。私の日本語クラスルームへようこそ。ちょっと久しぶりです。実は日本で新しい総理大臣を決める選挙がありました。そして新しい総理大臣が決まりました。皆さんは日本の総理大臣どうやって決めるかわかりますか？今日のレッスンでは、そんな日本の国会と選挙のシステムについてお話しします。頑張って分かりやすく話すので、ぜひ最後まで見てください。まずこのレッスンの前にこのビデオをもし見てなかったらこれを最初に見た方がいいと思います。このビデオでは日本の政治のシステムについて簡単にお話ししました。ではまずこのビデオでお話ししたように、日本の国の権力は3つのセクションに分かれています。その3つは国会、内閣、裁判所です。この3つの中で国会が一番大切です。国会で日本の政治の大切なことを話し合って決めます。この国会のメンバーは議員と言います。国会議員と言います。国会の議員は日本の国民の中から選挙で選ばれます。そしてさらにこの国会の中から一人総理大臣が選ばれます。これは国会の中で選んで国会の中で投票をするので普通の日本の国民、私たちみたいな普通の人は総理大臣には投票しません。国会の中で決まります。そして新しい日本の総理大臣はこの方、石破茂さんという方になりました。何人か候補がいたんですが、最後はこの石破茂さんと高市早苗さんという女性、この高市早苗さんか石破茂さんのどちらかっていう感じだったんですが、石破さんに決まりました。もう少しで日本で初めての女性の総理大臣になりそうだったんですが、ちょっとダメでした。これが石破さんの最初の内閣の、写真です。早速この石破さんのズボンがちょっとダボダボってわかりますか？ちょっとねズボンの長さが合ってないとかいろいろ批判もありました。
批判もありました。そして、また今週かなニュースになってたんですが、石破総理大臣は衆議院の解散を決めました。難しいですよね。衆議院の解散。これは日本の総理大臣のとっても大切なパワーの一つです。何かわからないですよね。何ですかね、衆議院の解散。まず国会についてもう少し詳しくお話しします。日本の国会の大切なポイントの一つは、日本は二院制というシステムです。日本の国会は二院制というシステムです。国会の中に、一つは衆議院、もう一つは参議院という2つの議員があります。衆議院と参議院で同じトピックについて話し合って大切なことを決めています。なんで2つの議員で同じことを話し合うと思いますか？一応理由は、1つの議員よりも2つの議員で話し合って決めた方がとっても慎重にゆっくりいろいろなことを決めることができると言われています。ちなみに昔の二院制は一つは衆議院で、もう一つは皇族とか家族が入ってた貴族院でした。今は衆議院も参議院も選挙で国民の中から選ばれたメンバーです。でも2つとも全く同じだとあんまり意味がないので、いくつか違いがあります。まず人数、衆議院は465人、参議院は248人です。衆議院の議員になるための年齢は25歳以上です。参議院は30歳以上です。そして任期と言いますが、1回で議員をやれる期間は衆議院は4年です。参議院は6年です。そしてさっきの話なんですが、新しい総理大臣の石破さんが衆議院を解散すると言いましたよね。衆議院には解散があります。参議院には解散はありません。解散すると衆議院の議員は一回みんな辞めて、もう一回選挙で新しい衆議院のメンバーが選ばれます。なんで総理大臣はこの衆議院の解散をすると思いますか？これもいくつか理由があるんですけど、今
解散をするのはだいたい新しい総理大臣になると1回衆議院を解散します。なんでかっていうと、今この石破さんのグループとか石破さんの支持率っていうんですけど、難しいですね。日本の人が石破さん頑張ってくださいっていう感じの気持ちがこう上がってるんですね、今。そうするとその時に選挙をやると、この石破さんにとっていいメンバーがたくさん選ばれていろいろやりやすくなるんですよね。さらにね、この日本の人たちはこの石破さん、私を支持してくれてる、みんなが応援してくれてるからこれから私がやりたいことをやりますっていうなんかねそういうアピールができるんですよね。ちょっと難しいですね。わかりますかね。いいですか。そしてちょっと衆議院と参議院の話に戻るんですけど、もし衆議院で話し合って決めたことと参議院で話し合って決めたことが違った時はまずはね、この2つの議員の代表のメンバーが話し合いをします。それでも決まらなかったら衆議院が決めたことになります。これをね、また難しい言葉なんですけど、多分覚えなくていいんですけど、衆議院の優越とか優越権と言います。衆議院と参議院だと衆議院の決めたことの方が大事と言われています。これは何でかというと、さっき言ったみたいに衆議院の方が議員の期間も短いし、解散もあるし、結構メンバーが変わるので、衆議院の方が日本の普通の人の気持ちと近いとされています。参議院よりも衆議院の方が普通の人の考えと似てるだろうと言われています。いいですかね。わかりますか？実は民主主義の国の中でも二院制の国は少ないです。いいところはさっき言ったように、慎重に国の大事なことを決められるですけど、反対に悪いところは時間がかかりますよね。2つのところで話し合うので。あとさらにお金がかかります。そうですよね。もっとたくさん議員がいて、でこの議員の人たちのお給料は税金から来るので、このねお金と時間がかかりますよね。なので二院制はいいところも悪いところも両方あります。批判もたくさんあります。どうでしょうか。ちょっと難しいですよね。まだね、もちろんたくさんもっと細かい日本の選挙のこととか、政党っていうんですけどのこととかあるんですけど、ちょっとこのビデオ長くなってしまうので、
今日はここまでにします。もし質問とかリクエストがあったら、ぜひコメントに書いてください。ではここまで見てくれてありがとうございました。このビデオが面白かったら、like とサブスクライブをお願いします。じゃあまた。